ちょっと急に雨が降ってきたんで、急遽ちょっとテントを立てようと思います。これはブルーシートを使った、簡単なテントの作り方なんですけど、意外に快適なんで、覚えておいて損はないと思います。このブルーシートは、340センチ四方正方形です。ポールは3本継ぎで、170センチ弱、167センチぐらいかな。これは何か以前タープを、使ってた時に、余ったポールをそのまま、代用してます。じゃあちょっとすぐ立てられるんで、やってみたいと思います。まずシートを広げます。今回ちょっと一人やるんで、ちょっとこういうやり方します。シートを広げたら、日頃表で使ってる方を、下にしてまず広げます。なので日頃、裏側、地面につく側が今この表面を向いてます。でブルーシートを止めるときに、こういうハトメの穴があると思うんですけど、そういう時はちょっとこの太いペグが入らないので、何かのタープとかのおまけについてるような、あとホームセンターとかでも売ってますけど、こういう鉄のペグ使います。だけどロープ張るときにこの鉄のペグやっちゃうと、場所によってはすごく取れやすいんで、さっきの黄色いみたいな取れにくいペグがいいと思います。じゃあまずこの一面に引いたブルーシートの、後ろ側のテントの後ろの真ん中になるところに、1本ペグ入れます。で、あとは真ん中にこうポールを立てるんですけど、そのポールから貼るペグを、両サイドのこの黄色いとこと、こっちにペグを最初あらかじめときます。ペグからの紐を持って、真ん中のポールを立てます。今こういう形ですね。テント自体は、後ろに1本だけシートの真ん中に、くぎゅってます。ここから、次は今度横になるところを、ですね、テントの、向かって左側、これをピンと張って、場所決めて刺します。
ペグを打ちます。こういう状態ですね。今度は逆側。真ん中の穴を引っ張って刺します。はい、今こんな感じです。で、続きまして中なんですけど、中も、下にテントがそこは欲しいので、後ろの両サイドの角の部分を、こうやります。それとここ、中は、座るところは塗る部分は表面がこっちに来るので、綺麗な面が来てます。両サイド引っ張ります。ちょっと後ろがたるんじゃいましたね。はい。すると今こんな感じになってます。ちなみに中は、こんな感じです。前半分が、そのまま土間で、後ろが塗るとこですね。はい、これで完成です。中の居住スペースはこんな感じです。人が一人寝れるぐらいですね。ほんと見た目も、ブルーシートとは思えないようなちょっとかっこいい、ワンポールテントになるので、いつも気に入って使ってます。
あと寝るときはこういう感じで、この今グリーンの引いてますけど、これが海とかプールとかで、浮かんで寝る用のそういう浮き袋なんですけど、これを、エアベッド代わりにして寝てます。すごく快適に、寝れますし、値段もほんと数百円なんで、安いんでこれ使ってます。はい、ちょっと今焚き火仕様にしてみました。焚き火をここに、座ってですねやるときは、ちょっとワンポールテントのポールが邪魔なんで、このポールを、下の方を後ろにグッと下げてます。さっきまでは垂直だったんですけど、ぐっと後ろの方に斜めに下げて、この前のスペースで、雨降っても自分が濡れないような感じで、このテントの入り口で、焚き火しながら、お酒飲みますね。あとこの両サイドの開口部も、ポールを倒すことによって、もっと広く開くようになるんで、前の開口部が取れます。最後寝るときなんですけど、寝るときは、前両サイドのペグを抜いてですね、これを抜いてこうまっすぐ、下ろすようにします。本当はここの端に、ハトメでも打ってこう紐で縛れるようにすればいいんでしょうけど、ですね、ここを安全ピンで止めると、完全に空間になります。4箇所5箇所ぐらい、下まできっちり止めるといいと思います。これは寝るときですね。以上が、ブルーシートで張るワンポールテントでした。普通のちゃんとしたテント、でやるのが一番快適なんですけど、夏以外はですね、蚊がいない時期なんかは、たまにやります。なんかこうわざわざブルーシートで、やるっていうのが、僕なりにもちょっと面白いなっていうのが好きなんですけど、あと知り合いとかと一緒にキャンプ行くと、このブルーシートテントを結構面白がってくれるんで、すごい話のネタにはなると思います。本当、費用とかも、安くできるんで、楽しみながら、興味ある人はやってみてもらってもいいかと思います。じゃああとはもう暗くなってきたんで、焚き火して一杯やろうと思います。